2026年3月、オーストラリア、クイーンズランド州、ゴールドコーストの警察署に、1枚の鑑定書が届いた。その紙に記された結論を読んだ捜査官は、しばらく言葉を失った。DNA 一致、確定。それは、20年間誰も答えを出せなかった問いへの最初の回答だった。時計の針を戻そう。2006年夏、オーストラリアゴールドコーストのサーフィンビーチ。眩しい陽光の下、砂浜には家族連れの笑い声があふれていた。その日、7歳の少年ウィリアム・メイソンは、両親のすぐ目の前で姿を消した。残されたのは、砂の上に刻まれた小さな足跡だけだった。足跡は途中で、ぷつりと途絶えていた。まるで少年がその場所から空気に溶けたかのように。それから20年、警察には2000件を超える目撃情報が寄せられた。しかしそのすべてが誤報だった。手がかりは何度も現れ、そして何度も消えた。捜査は迷宮へと沈んでいった。ところが2026年、新たに発掘された遺骨から採取された DNA がウィリアムと完全に一致した。そして同時に20年間沈黙を守り続けたある村の住民が口を開いた。その人物が示したのは、かつて警察が3度調査し、3度見落とした1軒の小屋だった。なぜ誰もその場所を疑わなかったのか。なぜ20年もの間、真実は隠され続けたのか。すべての答えは、ウィリアムが生きていたあの夏の日常の中に、静かに眠っていた。次は、事件が起きるまでの少年の日々に迫る。2006年の夏、オーストラリアのゴールドコーストは、眩しい陽光に包まれていた。ウィリアム・メイソンは当時7歳だった。金色の砂浜を駆け回り、波に向かって笑い声を上げる。そんな少年だった。家族は彼のことを太陽みたいな子と呼んでいた。朝になれば誰よりも早く目を覚まし、父親の手を引いて海へ向かう。そういう子供だった。事件が起きたのは、2006年1月のある朝のことだ。その日も、ウィリアムはいつも通りに起きた。朝食のトーストを半分だけ食べて早く行こうと母親をせかした。サーフィンビーチは、宿泊先のホテルから歩いて5分の距離にあった。家族にとって、それは何度も繰り返してきた夏の風景だった。特別なことは何一つなかった。ビーチに着くと、ウィリアムはすぐに砂の上へ飛び出していった。波打ち際で砂の城を作り、他の子供たちと笑いながら走り回った。両親はすぐそばのパラソルの下に座っていた。目を離したのは、ほんの数分だったと母親は後に語っている。しかしその数分が全てを変えた。視線を戻した時、ウィリアムの姿はもうなかった。砂の上には小さな足跡だけが残されていた。足跡は波打ち際へ向かっていた。そして途中でぷつりと途切れていた。あの朝少年の日常は静かに終わりを告げた。そして20年に及ぶ長い謎が始まった。2006年1月、オーストラリア、クイーンズランド州、ゴールドコーストのサーフィンビーチは、真夏の陽光に照らされていた。その日、メイソン家は家族で海水浴に訪れていた。7歳のウィリアム・メイソンは、波打ち際で無邪気に砂遊びをしていた。黄色い水着に
白い帽子、他の家族連れと変わらないありふれた夏の一日だった。母親のサラはパラソルの下でペットボトルの水を取ろうとした。ほんの数秒、視線を落とした。それだけだった。父親のジェームズもすぐそばに座っていた。二人の目が離れたのは同時だったと後に語っている。視線を戻した時、ウィリアムはいなかった。砂の上には小さな足跡だけが残されていた。足跡は波打ち際へ向かっていた。そして途中でぷつりと途切れていた。海に引き込まれたのか、それとも誰かに連れ去られたのか。最初に異変に気づいたのは近くで釣りをしていた地元の男性だった。名前はトレバー・ホールと、当時58歳。彼は後の聴取でこう証言している。子供が一人で立っているのは見た。でも次に目を向けた時、もういなかった。誰かが連れて行ったのかどうか、正直わからないと。この証言は、捜査の初期段階で軽視された。しかし20年後、この言葉が再び注目を集めることになる。ビーチには瞬く間に騒ぎが広がった。周囲の人々が砂浜を駆け回り、海の中を確認した。しかしウィリアムはどこにも見当たらなかった。通報を受けた警察がビーチに到着したのは、失踪からおよそ20分後のことだった。捜索はすぐに始まった。しかしその捜索はあまりにも長い旅の最初の一歩に過ぎなかった。警察がビーチに到着した時、砂浜にはすでに数十人が集まっていた。家族連れ、サーファー、観光客、誰もが不安そうな顔で互いに声を掛け合っていた。しかし、ウィリアムの姿はどこにもなかった。警察は直ちに正式な捜索を開始した。ビーチ全域を封鎖し、海岸線に沿って捜索隊を展開させた。沿岸警備隊のボートが海面を巡回し、ヘリコプターが上空から砂浜を照らした。しかし、何も見つからなかった。翌日、捜索範囲はビーチ周辺の森林地帯にまで広がった。地元の消防団、ボランティア市民、警察犬総勢200名以上が動員された。しかし3日間の大規模捜索の末、発見されたのは、ウィリアムが履いていたものと思われる片方のサンダルだけだった。そして最初の容疑者が浮かび上がった。失踪当日、ビーチ近くで不審な行動をとっていたという目撃情報があった。40代の男性だった。近隣に住む独身男性で、過去に軽微なトラブル歴があった。警察は彼を任意同行した。取り調べは2日間に及んだ。しかし、アリバイが確認された。失踪推定時刻、彼は別の場所にいたことが防犯カメラの映像によって証明されたのだ。最初の容疑者はあっけなく捜査線上から外れた。捜査は振り出しに戻った。そしてここから20年にわたる迷宮が静かに始まろうとしていた。次に警察が注目したのは男性のアリバイそのものだった。その映像にある矛盾が潜んでいたことに誰も気づいていなかった。防犯カメラの映像は確かに男性の姿を捉えていた。失踪推定時刻、彼はビーチから数キロ離れたコンビニに立っていた。タイムスタンプも映像の品質も問題はなかった。捜査員たちは沈黙した。アリバイは成立した。
最初の容疑者は捜査線上から外れた。しかし、誰の心にも奇妙な引っかかりが残っていた。その映像にある矛盾が潜んでいたからだ。映像の中の男性はコンビニに入った。商品を手に取った。しかし、何も買わずに出て行った。レジの記録には彼の名前が一切残っていなかった。なぜ何も買わなかったのか、捜査員の一人がその疑問を口にした。しかし当時の捜査本部は、それを些細な行動の癖として片付けた。アリバイが証明された以上、深追いする必要はないと判断されたのだ。捜査は振り出しに戻った。2006年の夏が終わっても、ウィリアムは見つからなかった。2000件を超える目撃情報が寄せられた。しかし、そのすべてが空振りに終わった。年が変わり、季節が変わり、捜査員も変わった。それでもウィリアムの両親は待ち続けた。毎年夏になると、あのビーチに足を運んだ。砂の上に残された小さな足跡を、今でも夢に見ると母親は語った。そして20年が経とうとしていたその直前、あの防犯カメラの映像が再び引っ張り出された。最新の映像解析技術によって、かつて誰も気づかなかったある細部がついに浮かび上がったのだ。映像の背景にわずか一瞬だけ映り込んでいたもの。それが全ての亀裂の始まりだった。映像の中にそれは確かに存在していた。ほんの一瞬、再生時間にしてわずか 0.3 秒、人工知能による映像解析がその輪郭をあぶり出した。砂浜の外れ、木々に半分隠れた古びた小屋の影、誰もが見過ごしていた。いや、正確には見ていても意味がないと判断していたのだ。しかし、そこには人影があった。映像の解像度を限界まで引き上げると、小屋の入り口付近にじっと立ち尽くす人物の姿が浮かび上がった。その人物はカメラに背を向けていた。そして視線の先にはウィリアムがいた方向があった。捜査班が震えた瞬間だった。この小屋は知らない場所ではなかった。2006年の当時、警察はすでに3度この小屋を調査していた。しかし、いずれも異常なしとして処理されていた。住民の証言もなく、物証もなく、捜査は素通りされた。ところが、2026年になって、一人の老人が口を開いた。その人物は、事件当時からずっと、あの小屋の近くに住んでいた。20年間、何も語らなかった。いや、語れなかったのかもしれない。老人はこう言った。あの日、小屋の中から子供の泣き声がしたと。たった一言、されど、その一言が20年間積み上がった沈黙の壁に深い亀裂を入れた。なぜ20年も黙っていたのか。なぜ警察の調査は3度も空振りに終わったのか。そしてあの小屋の中には一体何があったのか。次に浮かび上がったのはもう一人の名前だった。もう一人の名前、それは捜査資料の片隅にひっそりと埋もれていた。男の名はダリル・ホッジ、当時43歳、ゴールドコーストの海岸沿いに住む無職の男だった。最初の捜査で彼の名前は一度だけ浮かんだ。ウィリアムが姿を消した浜辺から
わずか200メートル。彼のアパートはそこにあった。しかし、警察はすぐに彼を除外した。理由は単純だった。アリバイがあったからだ。事件当日の午後、彼はスーパーマーケットで買い物をしていたとレシートが証明していた。時刻は午後2時17分。ウィリアムが消えたのは午後2時頃とされていた。わずか十数分の差。それが彼を捜査線上から消した。だが、2026年、そのアリバイに初めて疑問が投げかけられた。再調査チームが古いレシートのデータを精査したとき、奇妙な事実が浮かび上がった。そのスーパーマーケットのレジシステムは、当時、時刻設定にズレがあったのだ。最大で20分から30分、実際の時刻より早く打刻されていた可能性があった。つまり、アリバイは最初から成立していなかったかもしれない。さらに、もう一つの事実が捜査官たちを凍りつかせた。ダリル・ホッジは、あの小屋の土地をかつて借りていた人物だった。老人が証言したあの小屋、警察が3度訪れ、3度見逃したあの小屋と彼の名前が、20年の時を超えて一本の線でつながった。偶然か、それとも、すべては最初から仕組まれていたのか。ウィリアムの DNA が語る最後の真実へ。アリバイは最初から成立していなかったかもしれない。さらにもう一つの事実が捜査官たちを凍りつかせた。ダリル・ホッジはあの小屋の土地をかつて借りていた人物だった。老人が証言したあの小屋、警察が3度訪れ、3度見逃したあの小屋と彼の名前が20年の時を超えて一本の線でつながった。捜査チームは直ちに令状を取得した。2026年3月、捜査官たちは再びあの小屋へ向かった。今度は見逃さないために小屋の床下、長年の土に埋もれたその場所からわずかな骨のかけらが発見された。鑑定に要した時間はわずか72時間だった。結果が出た瞬間、室内は静寂に包まれた。DNA は一致した。ウィリアム・メイソン。2006年夏、両親の目の前から消えたあの7歳の少年。20年間誰も知らなかった。いや、正確には知っていた者がいた。そして黙っていた者がいた。老人はなぜ今になって口を開いたのか。彼は静かにこう語った。あの子の顔がずっと夢に出てきた。もう限界だった。20年間の沈黙。それを破ったのは最新の科学技術ではなく、一人の人間の良心だった。ダリル・ホッジは証拠が出た翌日、自宅で身柄を拘束された。容疑者として20年の時を経て初めて、捜査官の一人は後にこう述べた。我々が3度見逃した場所に答えはずっとあった。見えていたのに見えなかった。それがこの事件最大の悲劇かもしれない。しかし今、すべての真実が明らかになろうとしている。ウィリアムは何を伝えようとしているのか。次回、この事件の本当の結末へ。ホッジが拘束された。20年間、誰も踏み込まなかったその扉がついに開かれた瞬間だった。2026年4月、オーストラリア連邦警察は正式にこの事件を解決済みとして分類した。
ウィリアム・メイソン、享年7歳。彼の遺骨は、故郷の教会に隣接する小さな墓地に静かに埋葬された。両親は墓石の前で長い時間、言葉を発しなかった。母親のサラは、後のインタビューでこう語った。ようやく眠れる気がします。でも、喜べない。喜んでいいのか、今もわからないんです。その言葉は、世界中の視聴者の胸を打った。事件の解決とは何か、答えが出ることが本当に救いなのか。捜査の記録によれば、ホッジは容疑を一切否認した。弁護側は証拠の解釈に異議を唱え、裁判は長期化する見通しとなっている。小屋は証拠保全のため現在も封鎖されたままだ。そしてもう一つの問いが残っている。20年間で寄せられた2000件以上の目撃情報。そのすべてが虚偽だったとすれば、人はなぜ見てもいないものを見たというのか。記憶は時に真実より強く人を縛る。この事件が問いかけているのは、犯人の罪だけではないのかもしれない。社会が、捜査が、そして私たちが何を見落としてきたのか。ウィリアムが砂浜で消えたあの夏の午後から20年が経った。波は今もゴールドコーストに打ち寄せている。何も変わらないように、しかし、すべてが変わってしまったように。次回、エピローグ、この事件が残した本当の傷跡へ。それから時が流れた。ウィリアムの両親は2026年に行われた正式な葬儀でようやく息子を見送った。20年間彼らはいつか帰ってくるという言葉をお守りのように握りしめて生きてきた。その言葉を手放す日がこんなにも遠かった。DNA 鑑定の結果を告げた刑事は後にこう語っている。あの瞬間、母親は泣かなかった。ただ、静かにうなずいたと。小屋の存在を20年間、黙って抱えてきた村の住人は、証言の直後に町を離れた。現在の居場所は誰も知らない。捜査を3度見逃した当時の警察組織は、2026年に公式謝罪を発表した。しかし、謝罪の言葉は、失われた20年を埋めることができなかった。ゴールドコーストの波は、今日も変わらず打ち寄せる。あの砂浜に刻まれた小さな足跡は、もう見えない。けれど、この問いだけは残り続ける。私たちは、本当に、見るべきものを見ていたのだろうか。